はい、もうマジでね、2時間ぐらいかけて探してますからね。どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。ということで、Amazon のね、この新生活セール始まりましたので、おすすめ商品。今回、ブランドごとに、例えば Apple とか、BOSE とかですね、ソニーだったりアンカーとか、いろんな、ブランドごとにですね、この商品いいんじゃないかってね、主にガジェットをね、まとめてみましたので、全部で30個ぐらいですかね。なのでね、ちょっと早速ね、行きたいと思います。めちゃめちゃありますんで。で、普段はね、Apple 製品のレビューだったりとか、ガジェットのレビュー、今後の Apple 製品についてをね、どんどんレビューしてますので、ぜひチャンネル登録とかね、この通知ベルを押していただくとね、セール情報っていうのもね、普段もね、届いたりするので、ね、ぜひお願いいたします。はい。セールに、ついてなんですけども、3月29日火曜日までですね、最大5000ポイント還元キャンペーンがあるので、まずこちらですね、エントリーしていただいて、最大3% ですかね。もしマスターカードとか Amazon 持ってれば。はい。プライム会員なら 2% ポイント還元になります。期間中に1万円以上。をすればっていう形にはなるんですけども、あとお買い物の前にですね、もしやっていくとお得なことがもう一つありまして、現金チャージですね。もし買うものとかがね、ある程度決まってるのであれば、先にこの ATM とかコンビニとか、ネットバンキングでも何でもいいんですけども、5000円以上チャージしていただくと、プライム会員であれば、1% から 2.5% までね、ポイント還元ありますので、もしある程度買うものが決まってるとか、これぐらい使おうかなみたいな、あるんであれば、もちろんこのキャンペーン以外でもね、使えるので、チャージしておくと、自動的にもポイントがつきますんで、こちらもおすすめかと思いますので、ぜひね、ちょっとやってみてください。いきたいと思います。で、まず最初はですね、Amazon 製品ですね。いきます。はい。まず一つ目は、エコーですね。エコードットの、第3世代。これスマートスピーカー、1980円ですね。第3世代古いモデルになるんですけども、この1980円ほぼ、投げ売りな感じになりますので、これで何ができるのかっていうと、例えば普通にね、アレクサ使えるんで、天気聞いたりとか、音楽ですね。Amazon Music とか Spotify とか、音楽かけてって言ったら、かけてくれますし、あとタイマーとかね、結構料理しながらってね、スマートフォンね、触るとか難しかったりするので、タイマーじゃあ10分してとか、アラームとかですね、結構何でも予定の管理とか、スマート家電とかね、組み合わせたら照明つけたりとか、いろいろなこのハブになったりするので、これからね、スマートホーム最初導入したいなっていう方は、エコードットこれいいんじゃないかなと。1980円ね。まずお試しで。はい。続いてエコーショー5なんですけども、こっちはさっきの、画面がついたバージョンですね。はい。例えば天気聞いたら天気をね、画面で出してくれたりとか、はい、使わないときはこの、例えばベッドの横とか、机とかに、僕も置いたりもしてるんですけども、時間を表示したりとか、自分のこのお気に入りの壁紙とかね、やったりできるんで、もうちょっとお金出してもいい、お金出して、画面欲しいなっていうね、方は、こっちも、一応カメラとかもついてるんで、いいのかなと。4980円ですね。45% オフなんで、こういったやっぱセールの時に買うのが Amazon 製品はいいんじゃないかと思います。はい。で、続きまして、最近登場した、このエコーバッツ第2世代ですね。アクティブノイズキャンセリング、ついたワイヤレスイヤホン。一応充電ケースがですね、これワイヤレス充電に対応してるか非対応かでね、微妙に価格は変わってくるんですけども、コスパはいいのかなって、僕ちょっとまだ実際にね、音は聞いてないんで、レビューはね、結構見たんですけども、悪くないかなっていう感じではあります。ある程度小型で、ノイキャンもある程度効いて、価格の割には1万円ぐらい、23% オフですかね、なってるので、悪くないかなっていう感じで、はい。今回多分初めて、この前出たモデルなんでね、初めてセールだと思うんで、はい、一応紹介しておきました。はい。で、続いて、Fire TV スティックですね。なんでこれテレビとか、テレビにつないでストリーミングサービス、例えば Netflix とか、YouTube とかもそうなんですけども、Spotify だったりとか、もちろんこの Amazon プライムビデオとかね、簡単に楽しめるってものになりますね。2980円。Fire TV スティック。これ普通に、いいですね。普通にテレビで Alexa 使えたりとか、ほんと挿すだけですぐ使えるんで、これめちゃめちゃいいですね。最近新しいのが出て、Fire TV スティックの 4KMAX か。こっちはね、例えばテレビが 4K 対応とかしてるんだったら、この 4KMAX の方がいいのかなっていう気はしますね。僕はこっちを使ってるんですけども、特に普通に問題なく、以前 Apple TV とか使ってたんですけど、全然遜色なく使えますね。はい。今回もう一個セールがあったのは、この 4KMAX Fire TV と Fire HD8
のこれセットがあって、これが9980円ってるんで、もしなんか簡単にね、iPad までいかないけど、簡単なそのタブレットとか、例えばお子さん用とかはね、結構いいと思うんで、普通に、多少もちろんね、iPad と比べるとカクカクはするんですけども、簡単に本当動画見たりとか、読書したりとか、Kindle 見たりとか、それぐらいだったら全然大丈夫なんで、もしこれも欲しいなって思ってる方いればね、セットで1万円切るぐらいであるんで 41% オフ、これもいいんじゃないかなと思いました。はい。で、続きましてはCIO いきたいと思います。CIO はですね、知る人ぞ知るなんかクラウドファンディングが誕生したブランドでございまして、いわゆるいろんな人の声をこう集めながらこう製品を作ってる企業になるんですけども、確か大阪だったと思うんですけどね。1個目がCIO の電源タップ USB コンセントをですね、コンセントに挿して使うんですけども、伸びるんで、コンセントがまずこうぐちゃぐちゃ干渉しないっていうのと、普通にコンセント2口ついてて、あとこれ A 端子になるんですけども、3つ4つついてるのかな。タイプ C とかはねちょっとついてないんであれなんですけども、コンセントをごちゃごちゃせずにね簡単に挿すだけで使えるんで、割といいのかなっていうところですよね。テーブルに置いたりとかしてもね使いやすいと思うんでいいんじゃないかなと思います。はい。で、続きまして CIO のこのハイブリッドワイヤレスチャージャーですね。ワイヤレス充電器になるんですけども、こちらですね、最近なんか在庫が復活したんですかね。こう売れてたやつなんですけども、これマグネット iPhone12 以降のマグセーフ充電、後ろでこう磁石くっつけてね、充電することできるんですけども、それはもちろんなんですけども、それと、これ一緒にね、Apple Watch もね、の充電器としても使えるっていうね、ちょっと面白いものになります。普通はその iPhone だったら iPhone 用だけとか、Apple Watch だったら Apple Watch 専用でね、別々で使わないといけないんですけども、一緒に使えると。で、後ろにスタンドもついてるので、充電しながら動画例えば見ながらやるとか、っていうのもできるというところで、これもなかなか、いいんじゃないかなと。これね、在庫すぐなくなっちゃったりするかもしれないんでね、気になる方はもちろん AirPods 置いたりとか充電もできます。AirPods とかも充電できると。はい。で、続きましてはアンカーいきます。はい。充電器メーカーですけども、最初アンカーのパワーポート3ですね。2ポート 65W。これ以前、確かコミュニティ欄でね、紹介したと思うんですけども、最大 65W までなんで、MacBook Pro とかですね、もちろん Windows とかもそうだし、パソコンだったり、iPad、iPhone、スマートフォン、大体何でもね、いけますね。ポート2個ついてて、結構ね、小さめになりますので、はい。で、プラグも一応折りたたみできるんで、なかなかいいかなっていうところで 10% オフ。これあんまりそんなセールになること、初めてぐらいなんじゃないかな。あんまり多分ね、ないと思うんで、高出力、MacBook Pro とか持ってて、例えば iPhone とかも、一緒に充電したいみたいな方はね、2つにすると45W にはなっちゃうんですけども、45と 20W かな。2つにすると。でも十分かなっていうところで、なかなかいいと思います。はい。で、続きまして、アンカーの521チャージャーナノプロ。これが 40W タイプですね。Mac までいかないけど、もうちょっとちっちゃくして、例えばタイプ C 端子2つぐらい欲しいなってことはこっちがいいかなと思います。で、価格もね、半分ぐらいになるので、デザインもそれなりに良かったりするので、今回はでもホワイトだけですかね。カラーとしては安くなってるのは。最大 20W 出力できるんで、iPhone だったりとか、iPad とかも全然いけますね。ちっちゃい設計にはなってます。ただちょっと折りたたみプラグではないんですけども、小型でもうちょっと安くて使いたいみたいな方はね、これ MacBook Air とかも、いけると思いますね。続きまして、アンカーの521ポータブルパワーステーション。この前ね、ちょっと確か岩手の方ですかね、地震とかあった時に、アンカーがなんかこれ提供してたのかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、宣伝してた気がしますけども、そういう時にね、もちろんこの電源ステーションとして使えたりとか、基本的にやっぱキャンプとか外でこの電源ねとして持っていって、ライトとかついてるんで、最近見た僕がね、なんかツイッターで見たやつとかだと、こういった机のところに一緒につけて、そしたら電源がねない場所でもこう作業ができるんで、家の中でこう逆に使うっていうね方法もこれ充電しとけばねできるんで、そういった使い方もねなかなかありなんじゃないかなと。安心のアンカー製で、バッテリー残量とかもね、これ見えたりするんで、カーソケットもついてるし、キャンプとかそういった時にね特におすすめかなと思いますね。外とかで使う場合には。はい。続きまして、ここまでいかないけどもうちょっとね、持ち運びできるコンセントみたいなタイプだと、このアンカーパワーハウス100っていうのが 27,000mAh かなありまして、これ45W のね
これ充電器もついてるね。書いても車中泊とか、もちろん緊急時災害時もそうですし、例えばちょっとパソコンの電源がねないような場所でも、ちょっとこれ若干重くはあるけど持ち運びとかもできるんで、普通にこの AC アダプター、充電じゃなくて普通にコンセントついてるんで、そういった意味でいいんじゃないかなと思いますね。だいたいパソコンで2回ぐらいいけるのかなこれ。テレビ充電できるのすげえなこれ。プロジェクターとか挿したりとか、はい。なかなかいいんじゃないかなと思います。続きましては、アンカーの516パワーストリップかね。USB タップ、電源タップになるんですけども、これも1回紹介したと思うんですけども、丸い形で、コンセントがね、まず2つついてるのと、USB-A2 つ、あと Type-C もね、1個 PD でこうついてるんで、普通にこうちょっと机とかにこう置いて、充電用になかなかいいかなっていうところですね。結構机の上とかがすっきりしそうな感じで、ケーブル自体は1.5 メートルあるので、すごい長いってわけじゃないですけど、結構これ置くだけで丸いし、机の上にポンって1個置けば非常に便利なんじゃないかなと思います。在宅ワークとかいかがでしょうか、これね。はい。で、最後、アンカーサウンドコアライフ P3 ですね。はい。これは完全ワイヤレスイヤホンなんですけども、とりあえずこれ買っとけば大丈夫かなっていう。はい。ノイズキャンセリングとかね、外部音取り込みモードとか、外の音取り込んだりとか、充電時間も十分ですし、一応防水も対応してるし、あとケースもワイヤレス充電対応したりとか、ほとんど全部盛りみたいな感じで、非常にこれ僕も使ってたんですけど、非常にAirPods Pro とかに近い使い心地、使えたりするので、非常におすすめかなと思いますね。最初のとりあえずワイヤレスイヤホン、ノイズキャンセリング、欲しかったりする方であれば、いいかなと思います。続きまして、BOSE いきたいと思うんですけども、はい。今回ちょっとあんまりなかったんですけど、この BOSE のフレームオルトっていうのかな、オーディオサングラスっていうものなんですけども、これね、ちょっと面白いんですけども、マイク、サングラスのこの横に、要するにスピーカーがついてて、サングラスなんだけど、パッと見、音がこう聞こえる、音楽が聴けるっていうね、ちょっと面白い、ガジェットというかね、ものになります。サングラスで、あとロンドっていうね、違ったタイプのやつもね、あるんですけども、何年か前にね、これ、BOSE のやつ出てたんですけども、こっちのモデルは一応日本人向けにちゃんとこう、再設計されたものなので、つけやすいのかなっていうところ。音はね、僕これ聞いたことあるんですけども、結構いいんですよね、やっぱ BOSE だから。ちょっとサングラスとは思えないぐらいの結構いい音がしてて、ちょっとこれグレーゾーンらしいんですけども、メガネのレンズとかも、メガネ屋さんによって対応してくれるかもしれないっていうところで、レンズこう入れて、音楽デバイスとしてね、はい、ただ若干の音漏れはあるんですごい静かな場所でグッてやると難しいんですけども、自宅とかね仕事をちょっとしながらとか音楽聴けるんで、割と面白いかなっていうところで、はい、一応マイクとかもついてるんでね通話とかもできますというところです。最後BOSE はノイズキャンセリングヘッドホンの700ですね。特別すごい安くなってるってわけじゃないんですけども、ホワイトモデルだとポイントがね 10%、3960ポイント、ついたりするのと、こうトリプルミッドナイトとかだと34,600円ですかね。公式ストアだと今確かね39,000円ぐらいだったと思うんですけど、5,000円ぐらい安いので、軽くてね普通に、音もねもちろんいいですし、ノイズキャンセリングもねそれなりにやっぱBOSEなんでね効くんで、なかなか軽くてねいいんで、デザインもね好みとかであればいいんじゃないかなと思います。ソニー行きたいと思うんですけども、はい、ソニー製品ちょっとあんまりなかったんですけど、はい、まずミヤビックスの保護シール、保護フィルムですね。1000X Mark IV の保護フィルム、この完全ワイヤレスイヤホンねあるんですけども、はい、Mark IV はねなかなか音良くて、僕もレビューさせていただいたんですけどね、結構ねケースとかやっぱりね雑に扱うと結構汚れやすいんで、気になる方はね結構いいんじゃないかなと。でソニーねもう一個がですね、サウンドバーの HT-S100F かな。はい、100W のハイパワーって書いてあるんですけども、サウンドバーですね、テレビとかにつないで HDMI とかでつないで、いい音を出せるものになりますね。9,980円になってて、セールというよりは、今回1,000円クーポンがあるので 8,980円とかで買えるのかな。割とほぼ最安価格で、Bluetooth とかでねスマートフォンとつないで普通にスピーカーとして使えたりもするので、手軽にねテレビの音とか復唱したいなっていう方がね非常にいいんじゃないかなと。めちゃめちゃ上がるかっていうとそうでもないんですとは思うんですけども、十分かなっていう感じの。きまして、シャオミですね。シャオミですね。これ中国メーカーですけど、中国のアップルと言われる企業になるんですけども、数年前に日本に来まして、シャオミのまず 11T Pro ですね。これ SIM フリースマートフォンになるんですけども、Android ですけども、62,000
820円ですね。スナップドラゴン888っていうね、多分一番いいやつ、今、多分 Android でほぼ一番いいやつと積んでるんで、フラグシップですよね。本当 iPhone とか、あとGalaxy とかにも全然劣らないような性能で 120Hz の AMOLED なんで、有機 L ディスプレイで、1億800万画素のカメラ積んでると。で、しかもこれでちゃんと日本向けに作られてるやつなんで、お財布携帯ついてるんですよね。なので、隙がないというかね、ほぼこのハイスペック、フルフルハイスペックなのに6万円ぐらいで買えるというもので、おそらく普通の価格のね、この888とか積んだものとかだと多分10万円前後はまずするものなんですけども、そういったところがですね、デザインもそれなりにかっこよかったりするんで、これなかなか非常にね、いいんじゃないかね、このコスパがね、いいんじゃないかなと思います。充電速度とかも速かったりするんで、ピクセルとかそういった、ギャラクシー以外の選択肢で結構おすすめかなと思います。続きまして、ハンディクリーナーミニですね。コードレスミニ掃除機になるんですけども、まずやっぱデザインがね、結構かっこよかったりするのと、あと USB、これ充電できるので、非常に便利かなっていうね、ところをですね、ちょっとした車の中とか、ちょっとデスクのところとか、あとなんだろう、ソファーの上とか、ベランダとかなんでもいいんですけど、ちょっとしたところをね、こう、掃除するのには非常にね、いいんじゃないかなと。500g なので、ペットボトルと一緒ですよね。ノズルとかついてるんで、キーボードの掃除とかね、いいですね。デザインがなかなかいいんで。最後、シャオミが、これちょっと僕買おうと思ってるんですけど、シャオミの空気清浄機ミエアピリファイアか。デザインがね、いわゆる非常にいい空気清浄機であるんですけども、30畳までいけて、いわゆるヘパフィルターっていうね、PM2.5 とかを、ほぼ取ってくれるようなものなんですけども、これ搭載で、13,800円か。なかなか 25% オフぐらいになってるんで、ほぼ最安じゃないですかね、最近の価格で。大体18,000円とかなんですよね。僕ずっと見てたんで。ディスプレイがこうついてたりとか、あとスマートフォンとかでもね、いろいろね、空気の質とか見えたりとか、そこら辺も充実してるんで、シャオミのね、見た目がまず普通にいいですよね。いわゆるバルミューダの空気清浄機みたいな感じなんで、非常にコストパフォーマンス高いかなっていうところで買おうかなと思っております、僕は。はいね、これからやっぱ花粉とかのね、季節になるんで、そういうのやっぱ気になる方はぜひね、非常におすすめかなと思いますね。で、最後、ちょっと Apple 製品いきたいと思うんですけども、ちょっとね、あんまりなかったんで、Apple、周辺機器をね、ちょっと紹介したいかなと思います。まずは、iPhone 13 Pro ESR のケースですね。クリアケースで、僕は、この ESR じゃないんですけど、一応、使ってるんですけども、クリアケースで、特にやっぱりマグセーフ充電、この充電、ここに磁石が入ってるね、タイプのケースがおすすめかなと。それだと、やっぱ充電するときに、カチッとマグセーフしっかりくっついたりとか、こういったモフトみたいなもの、ケースとかもくっつけて使えたりするんで、非常にいいのかなっていうところ。ESR はなかなかコスパ良かったりするんで、iPhone 13 mini とか、おそらく12シリーズとかも、多分あると思うんで、マグセーフ充電ですね。もし対応しているものが、もしケース買うんであればね、僕はおすすめかなと思います。はい。で、続きまして、ニマソの Apple Watch シリーズ、これ7対応の保護フィルムですね。はい。もうApple Watch は使ってるんですけども、どうしてもね、やっぱドアに当たったりとか生活してる中で、あともし Suica とか使う時にガーンってやっぱり、改札だったりとか、ね、非接触なんで当てなくてもいいんですけども、どうしてもね、当たっちゃう時あるんで、1000円ぐらいでね、買えるんで、もしちょっとリセールバリューとかね、次売る時気になるとかいう方は、高く売りたいみたいな方はね、貼っといてもいいんじゃないかなと。シリーズ7、これはシリーズ7新しいもの専用なんですけども、シリーズ、6用とか SE とかそこら辺もあるんで、ちょっとそこら辺だけ、あとサイズ40ミリとかね、自分のサイズに合ったものをね、ちゃんと選んでもらえればなと思います。サイズとシリーズによって必要なものが変わるんで。で、続いては、ピタカのマグイージースタンドですね。はい。iPad 用のスタンドになるんですけども、はい。まずこれ何がいいかっていうと、マグネットでくっつけられるんですよね。はい。カチッとくっついて、スタンドみたいな、iMac みたいな、見た目になるんですけども、で、ぐるぐる回ったりとかね、なんでちょっと作業したりする時とかにね、非常に良かったりとか、取り外しがやっぱりマグネットでしやすいので、外してやっぱり、すぐね、手で持って操作したりとかいいのかなっていうところと、もう一個いいのこれ下がね、これ、充電ワイヤレス充電スタンドになってるので、iPhone とかね普通に充電できるんですよね。多分 AirPods とかいけると思うんですけど、見た目もいいしなかなかねいいのかなと思いますね。磁力も結構ね、強かったりするので、iPad で作業したりとかね、動画環境をねさらに良くしたいみたいな方は非常にいいんじゃないかなと
思います。で、もう一個、ピタカなんですけど、AirPods Pro のケースですね。なんかアラミドっていうね、結構まあ、スーパーカーとか宇宙船とかにね、よく使われる素材らしいんですけど、まあそういったものを使って、すごい軽くてすごい薄いんだけど、まあ結構強い、素材らしいですね。サラサラしてて、見た目はそんな僕はね好みではないんですけども、いいよっていうね声、聞いたりするので、はい、まあ 20% オフ、ちょっとケースとして高めではあるんですけども、なかなかシンプルでね、美しいんで、こういったのも揃えてみるのもいいのかなと思いますね、ピタカさん。で、続きまして、で最後これアップル製品なんですけども、1個だけあったのが、一応 iPad Pro の11インチ、これ第1世代にはなるんですけども、セルラー60、これ4ギガですね。でももうないかもしれないな256しかもうないかもしれないですけど、ちょっと安くなってるかなっていうところですね。それぐらいかな、アップル製品で今回あったのは、一応整備済み品っていう形にはなるんですけども、ちょっと当たり外れがねあるみたいですけど、悪くはないからすごい安いってわけじゃないんですけども、今 iPad Air とかと同じぐらいのね価格で買えるんで、特に別にカラーとかがね好みであれば iPad Air とかでもいいと思うんですけど、一応その 120Hz のね滑らかな画面っていうのは対応してるので、こっちの方がそこら辺はちょっとねiPad Air の動画で詳しく話してるんで、ちょっとそっちをね見てもらえればと思いますけども、そんなもんかな、Apple 製品自体でなんか良さげなのは今のところですけどね。で最後ちょっとおまけで食料品あたりなんですけども、まずイロハス24本、1244円、めっちゃ安い。1本あたり52円。これは普通に水ですね普通に安いなっていう、結構ほぼ最安レベルに近いんじゃないかなと思いますね。水はいくらあってもねいいと思うんで、キリンじゃないキリンのファイヤーですね。ワンデーブラック、常温でも香り高いということで、無糖のコーヒーなんですけども、ファイヤー、これも割と、常温でもうまいって書いてあるけど、めちゃめちゃうまいかっていうとそこまでは言わないですけども、なかなかUCC コールドブリューと春ぐらいたまに飲んだりします。飲みやすいかなっていう感じでコーヒーですね。はい、続きまして、イエモンラベルレス来ました。525、24本入り。僕はどっちかというと綾鷹よりはイエモン派なんですよね。綾鷹もまずいとは言わないんですけども、イエモンの方が割とすっきりしてより緑茶っぽいっていうのかな。綾鷹はなんかもうちょっと茶色っぽいっていうんですか、渋い感じ。あっちが好きな人はいいと思うんですけどね。でイエモンもあんまりそんなねそこまで安くなることなかったりするんで、はい。でラベルレスでね、環境にも優しいと思うんでね、剥がす必要もないしっていうことで、安いしっていうことでね、環境にも良いしっていうことで、はい、ラベルレスいかがでしょうか。これイエモン、僕はイエモンおすすめです。で最近多分これ新製品なのか、ウィルキンソンのスパイシーレモンジンジャー、これ僕飲んだことないんで美味しいか分かんないんですけど最近出ててなんか美味しそうだなと思ってて 30% オフか。これレモンジンジャーなんでね、ちょっとやっぱこれからね多分暑くなってくるんで、こういったもの欲しくなってくると思うんで、はい、で無糖っていうのがなかなかいいかなっていうんで、もうそうそう30歳近いんで砂糖取りたくないんで、いいかなというところでちょっと紹介してみました。カップヌードルプロですよ。カップヌードルもプロモデルが実はあります。 iPhone のように何が違うかっていうと、タンパク質がまず入ってるのと 15g と糖質 50% オフと食物繊維1日分というところで、はい、なんかもう強そうっていう感じですね。健康に気を使うと、はい、気を使うんだったらそもそも食うなよっていうね感じはしますけど、やっぱ食べたいじゃないですかね。今回これはシーフードですけど、高タンパクでやっぱタンパク質がね大事なんで、はい、僕も意識的にとってますけども、普通のカップヌードルとか、あとチリトマトもね、最近出たのかな。チリトマトうまいですよね、地味にね。あったりするんで、はい。プロテインとかもあったりするんでね、ここら辺も一緒に見てみるのもいいのかなと。ベースフードとかもあるのね。ベースフードは安くなってないからあれだけど形でですね、いろいろ紹介してまいりました。ちょっとね少しでもいい製品あったかなと思ったらですね、ぜひ高評価だったりね、チャンネル登録ですねお願いいたします。あと横の通知ベルを押していただくとですね、また別でねさらにセール情報とかも、届きやすくなりますので、もう一本ぐらいねちょっと動画上げようかと思ってるんで、はい、ぜひチャンネル登録と通知ベルを押してねお待ちいただければと思います。普段はね普通のレビュー動画とか出してるんでね、また良いお買い物ですね。良い一日お過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、もうマジでね2時間ぐらいかけて探してますからねちょっとまたいいのあったらねどんどん紹介していきたいと思います。コミュニティ欄でもね、本当はブログとかでも載せていきたいんですけどね。はい、よし、新生活頑張ろう。